ケロケロ。皆さんこんにちは。今日も見に来てくださりありがとうございます。アビです。今回私は沖縄県今帰仁村に7月25日にグランドオープンしたばかりのジャングリア沖縄にやってきました。恐竜がテーマのテーマパークらしいので、恐竜好きの私としては来るっきゃないっていうことで、オープンから3日目の7月27日にジャングリアに訪れます。沖縄自体に行くことが初めてなので、とっても楽しみです。今回パークの開園時間から訪れて、夜もスパまでしっかり楽しんで帰りたかったので、前後の日に余裕を持たせて2泊3日で訪れました。東京からジャングリアまでの行き方をお話ししようと思います。詳しい費用の概要は動画の最後の方にお話しするので、ぜひ最後までご覧ください。ケロケロ。当日朝から楽しむために前日から沖縄に向かいます。15時50分発の飛行機を予約してるので、成田空港に来ました。搭乗案内はそんなに遅れなかったんですけど、乗ってから離着陸の順番待ちが長く、15時50分出発予定だったんですけど、飛び立ったのは17時10分頃でした。台風が今沖縄周辺に3ついるみたいなので、その影響もあるような気がします。ジャングリアやホテル、レンタカー、飛行機を予約した時は台風予報はなかったんですけど、今更台風が来るって言われても予約してしまったものは仕方ない。お金を大切にという気持ちで向かってます。ケロケロ。何はともあれ、無事に那覇空港に到着しました。ほぼ全てのレンタカーのお店が空港から少し離れていて、電車だと50分くらいかかるんですけど、今回利用するレンタカー屋さんは空港からお店までの送迎があるので、車で15分くらいで着きました。那覇空港からジャングリアのある今帰仁村に向かう途中にある名護市に今日は泊まるので、那覇空港自動車道を通って車で向かいます。だいたい1時間半くらい走ると有料道路を抜けて名護市に到着しました。時間帯にもよると思うんですけど、名護市に寄らずに直接ジャングリアまで車で行ってもだいたい1時間半くらいかかるみたいです。ちなみに私はジャングリア以外の場所にも臨機応変に訪れたかったのでレンタカーを借りたんですけど、那覇空港など沖縄県内のいろいろなところからジャングリアまで送迎バスが出ています。空港からジャングリアまでは大人1人2500円、小学生以下は1250円です。今回フェニックスパークホテルっていうホテルに宿泊するんですけど、着いてから看板猫くんがいることを知りました。台風のはずなのに那覇に着いてからほとんど雨も降らないし、猫ちゃんもいるし、なんて素敵な旅なんでしょう。ケロケロ。名護市のホテルからジャングリアまでは20分くらいで、要所要所にジャングリアの看板があったので行きやすかったです。ジャングリア沖縄のパーキングは1台2000円でした。提携パーキングのイオン名護店に停めることも可能で、こちらは駐車場代が無料で、イオンからジャングリアまでは無料のシャトルバスが出ています。10時から開園だと思っていて、9時50分頃に着いたんですけど、今日はアーリーオープンだったらしく9時半からオープンしていて、私が着いた頃にはもう整理券のあるアトラクションは全て配布終了となっていました。整理券は入場後先着順に各アトラクションで配布されるのと、ジャングリア公式アプリからも取得できるみたいです。整理券は取ってからその時間に行けば並ばずに体験することができるみたいです。アーリーオープンするかどうかはウェブサイト等には載らないみたいで、並んでるゲストの量で当日何分早く開けるかが変わってくるらしいです。整理券のあるアトラクションに乗りたい方は、オープンの1時間から30分前くらいにはパークに到着した方がいいかもしれません。待ち時間の書いてあるアトラクションは並べば乗れて、そのようなアトラクションは最初から整理券の配布はないそうです。今回私はダイナソーサファリ、バギーボルテージアドレナリンチャレンジコース、
ファインディングダイナソーの3種類のプレミアムパスを事前に購入してきました。1つ目が14時半からでかなり空き時間があるので、一旦パーク内を散策してみたいと思います。パーク内にはいろいろな場所にウォータースポットがあって、水筒などにお水を追加することが可能です。クールエリアが全部で2カ所にありましたが、中は人口密度のせいか湿度のせいか、そんなに涼しく感じませんでした。パーク内を一周、各フォトスポットで写真を撮りながら歩いて、だいたい1時間くらいでした。パーク内に人は多かったけど、屋根付きのベンチがたくさんあるので、丸一日座る場所がなくて困ったことは一度もありませんでした。ケロケロ。ワイルドバンケットっていうフードコートのようなエリアがジャングリアの中心にあります。楽器の生演奏を聴きながらお食事することもできました。ちなみにワイルドバンケットの西側にあるお手洗いがパーク内で一番穴場に感じました。お水を使ったクールビズショーでは目いっぱいびしょ濡れになって涼むことができます。プレミアムパスは列に並ぶ必要がないので、チケットの時間になったら先頭のスタッフさんに声をかけします。ダイナソーサファリは恐竜たちが動かないのかなって思ってたんですけど、しっかり動いていて想像以上のワクワク感で、私はめちゃくちゃ楽しめました。他の方がつけてるのを見て一目惚れした恐竜ちゃんを私もお迎えしました。バギーボルテージアドレナリンチャレンジコースでは、運転者は運転免許が必要とのことだったんですけど、入場時特に確認はされなかったのでいいのかなっていう気持ちです。外から眺めるよりもコースが結構ボコボコしていて、めちゃめちゃオフロード感を楽しむことができました。その後、ファインディングダイナソーのプレミアムパスの時間まで少し空き時間があったので、さっきまで60分待ちだったヤンバルフレンズが20分待ちになってたので並んで行ってきました。途中のエリアまでは撮影 OK だったので、可愛いヤンバルクイナを皆さんにもお裾分けしたいと思います。ケロケロ。最後にファインディングダイナソーに行ったんですけど、プレミアムパスを持っていてもアトラクション自体に結構所要時間がかかるみたいで、30分ほど待ちました。沖縄は突然の豪雨が多いらしいので、皆さんもカッパを持っていくことをお勧めします。ファインディングダイナソーの中が撮影可能なことを途中まで知らなかったんですけど、なんとびっくり撮影できるみたいで、周りの方に迷惑をかけないように進まないといけないので、じっくりと恐竜さんを見る時間はなかったんですけど、とっても面白いアトラクションでした。ジャングリアは再入場も可能で、出るときにゲートのスタッフさんに言うとスタンプを押してくれます。今回は仲間と2人でジャングリアに訪れました。費用は極力安く抑えようとしたんですけど、18万ほどかかりました。ほぼ全ての工程で最安値を選んで向かったんですけど、ジャングリアがオープンしたてで世間は夏休みでもあるので、全体的に高くついたような気がしました。プレミアムパスはもちろんあれば待ち時間が少なくかなり快適に過ごすことができたんですけど、なくても並べばアトラクションを楽しむことはできます。今回見ていた中で一番待ち時間が長かったのはファインディングダイナソーの280分待ちでした。プレミアムパスは発売枚数が少ないみたいで、かなり先までもう売り切れているので、ジャングリアを訪れる予定の方は結構先の予定を組んだ方がいいかもしれません。事前情報を見てるとジャングリア自体にかなりネガティブなコメントが多いように感じたんですけど、アトラクションは想像以上に恐竜さんたちがリアルで面白いし、待ち時間もプレミアムパスで課金をすればほとんど気にせず遊べるし、そのプレミアムパスが他のテーマパークと比べるとはるかにお安いのもすごいなって思いました。スタッフの方々も皆様とても素敵な方たちで本当に楽しかったです。本当に楽しかったんですけど、東京から訪れるってなるとどうしても目玉の飛び出る金額がかかるので、
私の1ヶ月分のお給料が吹っ飛びました。ジャングリアは今後ブラッシュアップされてさらにいい施設になっていくと思うし、オープンしてしばらくすると入場者数も少し収まると思うので、またいつか落ち着いた頃にお邪魔したいなって思います。いろいろと話しきれていないこともあるので、気になった方はぜひいろいろ調べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。カエルの歌が聞こえてくるよ。ケロッ。